やあ、葵だよ。おーす、レオだぞ。うまそうな映像が流れてるな。今日はナスの肉味噌炒めを作ったよ。ナスと肉味噌の組み合わせはまさに宇宙の神秘だな。大げさだな。でも確かに美味しいよね。早く作り方を見ていこうぜ。まずはナスを切っていきます。ヘタの周辺にトゲがあるものもありますので注意してくださいね。ナスを触る際は宇宙のエネルギーを感じながら優しく触ってくれよな。何この子、怖い。ヘタを切る場所の目安はぐるっと一周回してみて、分け目みたいになっているところの際を狙うといいですよ。なるほど。宇宙の下りどこ1点。宇宙、葵、大丈夫か？もうええわ。少し早送りしますね。お、早送りか。すごいスピードでナスがカットされていくぜ。ナスを横に2等分したら、次は縦に2等分して、さらにくし切りにしていきます。この時に大きさをなるべく揃えるように気をつけると、火の通りにムラがなくなり、綺麗に仕上がるかと思います。難しいと思ったらどんな切り方でもいいんだぜ。はい、すべて切り終えました。すぐに調理しない場合はボウルにナスを入れて水でさらしてアクを抜くのですが、今日はすぐに調理するので水でさらす工程は省きます。次は人参を切っていきます。皮は剥かない方がいいんだよな。そうだよ、前回の鶏の照り焼きで説明したよね。ちゃんと覚えててくれたんだね。当たり前だろ。葵に教わったことはほとんど大体少しだけ覚えてるぜ。ほとんど覚えてないんじゃん。ナスの長さに合わせて人参を切り出します。この時どこか一面でいいので切り落としてその面を下にして、次に両側を切るようにすると安定して切れます。先に皮の部分を刻みます。何か理由があるのか？いや、これはただなんとなくだよ。なんとなくって葵にしては珍しいよな。強いて言えばまな板の上に散乱してるのが嫌だからかな。几帳面なんだな。人参のカットも終わりました。次は調味料を合わせましょう。甜麺醤大さじ1杯、濃い口醤油大さじ1杯、みりん大さじ1杯、酒大さじ1杯、砂糖小さじ1杯、片栗粉小さじ1杯をよく混ぜ合わせておきます。次はナスを炒めていきます。フライパンに少し多めの油を入れて温度を上げます。温度が上がったらナスの皮目を下にしてフライパンに並べていきます。なんで皮を下にするんだ？皮に先に火を通すと色が鮮やかに仕上がるんだよ。これコテクだからな。みんな覚えてくれよ。並べ終わったらしばらく強火で焼いていきます。いい感じになってきたんじゃね？皮目の色が鮮やかになったらひっくり返して蓋をして蒸し焼きにしていきます。ここにポン酢ぶち込んで食べたいな。我慢してね。ある程度しんなりしたら人参を加えます。人参が入ると一気に色が鮮やかになるよな。そうだね、栄養もたくさん取れるしね。栄養は体に栄養。やだ、この子面白くない。どうした？いや、別に何でもないよ。火が通ったらバットかお皿に一旦逃がします。ここは俺に任せて早く逃げろ。大丈夫だ、必ず追いつく。何それ？すみません、わかりません。わからんのんかい。次はミンチを炒めていきます。油を大さじ1杯半ほど回し入れます。豚ミンチをフライパンにポンします。お箸やヘラなどで優しくほぐしながら炒めてください。豚ミンチから出る油には臭みがあるので中火でしっかりと揚げるように焼いていきます。レオ、静かだけど何してるの？ソシャゲ。この子飽きてるわ。ダメだよ、視聴者の皆さんが見てるから後にしようね。はーい。ミンチが色づいてきたら先ほどのナスを投入します。おお、やっと仕上げに入るんだな。誰かさんがゲームしてる間にね。ごめん。次からはなるべくできるだけ前向きに前処するようにするかもしれないから許してください。許してもらう気ないよね。ニンニクを大さじ1杯入れて合わせておいた調味料を回し入れます。本来ならばニンニクも合わせ調味料の中に入れておくのですが、今回は忘れていたので後入れにしてます。甜麺醤とニンニクが混ざって香ばしい香りがキッチンを支配する。そう、まさにここは大宇宙。ミンチとナスを優しく包み込む母なる大地。
宙なのか大地なのかはっきりしろよ。しっかりと炒めてツヤが出てきたら味を見て器に盛って完成だよ。お、うまそネギを散らすと緑が入って綺麗だよね。う。そんなことより早く食べようぜ。まだだよ。今日はあと2品作るからね。何作るの？レタスとキュウリのやみつきサラダと玉ねぎの味噌汁を作るよ。マジか、楽しみだな。視聴者のみんなも楽しみだよな。ここまでご視聴いただきありがとうございます。引き続きご視聴のほどよろしくお願いします。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。レオアオキッチン。じゃあ早速ですがレタスとキュウリのやみつきサラダを作レタってスとキュウリを洗って水気を切ります。次に次にレタスのヘタをくり抜いて手でレタスを割ってちぎっていきます。この時に包丁でレタスを切らないのは苦味が出てしまうからです。手でちぎると甘みのある味に仕上がります。あれ喧嘩売られてる。次にキュウリを切っていくのですがキュウリはあらかじめ板ずりという処理を施しておきます。板ずりとはまな板の上で塩をまぶしたキュウリをコロコロ転がしてキュウリのイボと青臭みを取る工程です。キュウリは縦半分に切って薄くスライスしていきます。種が気になる方はこの時にスプーンなどで取り除いておくといいと思います。キュウリのヘタの濃い緑色の皮は苦味というかえぐみがあるので取り除くことをお勧めします。キュウリはウリ科キュウリ属のつる性一年草およびその果実である野菜の一種として食用にされる。かつては熟した実も食用とされたが甘みが薄いためにすんませんでした。現在では未熟な実を食用。そうこうしてるうちにキュウリも切り終わりますね。次はレタスとキュウリの水分を抜きましょう。葵って怒るとあんな感じになるんだな。何のことかな。ビニール袋にレタスとキュウリを入れていきます。ビニール袋はダイソーのキッチン関係のコーナーに売ってるビニール袋を使用してます。大体のものはダイソーで揃うよな。袋に入れ終わったら鶏ガラスープの素をまぶします。量はお好みで加減してください。ただ後ほど出た水分と一緒にスープもある程度流れてしまうので注意して使用してください。俺はしっかりめの味が好きだな。僕もだよ。口をしっかりと閉じて振ったり揉んだりして全体に行き渡るようにします。なぜ塩もみではなくて鶏ガラスープの素という一見無駄に見えることをしてるのかというと、水分が抜けた場所に鶏ガラスープの旨味を染み込ませたいと思いこのようにしています。だらいっそのこと味もつけてしまえばいいんじゃね。そういうやり方をしている人もいてるからお好みでしてください。しっかりと空気を抜いて口を結んだら冷蔵庫で2時間ほど置いておきます。2時間経ちました。いや2時間カットしたからね。結構水が出てるのがわかりますね。意外と鶏ガラスープって塩分が多いんだな。袋のままで絞ります。この時に袋の口の下にザルを置いておくと誤って中身がこぼれた時に受け止めてくれます。ザルがない方は気合でこぼさないようにしよ味付けをしていきます。ニンニク大さじ1くらい、ごま油大さじ1、薄口醤油大さじ2分の1。しっかりと口を閉じて混ぜ合わせていきます。ある程度なじませたら盛り付けてお好みでいりごまやすりごまを上から振ると美味しいですよ。緑色だな。そうだね、緑色だね。どんな味がするんだ。簡単に言うとナムルだね。じゃあレタスとキュウリのナムルでよくね。さあ次は味なあ噌汁を作っていこう。今日の味噌汁は玉ねぎですよ。とっても美味しいですよ。レオアオキッチン。玉ねぎを切っていきます。葵、涙が出ちゃう。早くない？このタイミングで出る人もなかなかいないよ。僕はいつも玉ねぎを2つに切ってから皮を剥いてます。どうせ切るのなら圧倒的に早いので。玉のままだと剥きにくいよな。あと玉ねぎの乾燥が不十分だと玉ねぎを覆っている薄皮部分に黒カビが発生している場合がありますので、皮を剥いた後も気になる方はさっと水洗いしましょう。
玉ねぎを切る向きですが、縦でも横でもお好みで大丈夫です。僕は縦が好きなので縦で切ってます。縦と横だとどう違うんだ？縦だと繊維に沿って切るのでしっかりとした歯ごたえを残せます。横だと繊維を断ち切る形になるので柔らかい食感で仕上げれます。なるほどな。切ったらそのまま鍋に入れていきます。今日はだしパックを使います。だしの地図というだしパックを使用しております。沸騰したら少し煮出してだしパックを取り出します。海の幸のいい匂いがするぜ。さばいていく。いろいろと危ないからやめとこうな。玉ねぎがしんなりしたら味噌で味付けをしていきます。いつもの液味噌だよな。すごく便利なんだよ。基本的に 500cc に対して 50g 程度を目安にしてます。ただだしの地図を使った時は少なめにした方がいいぜ。すんげえいいだしが出て味が濃くなっちゃうからな。味見をして大丈夫なら完成です。うまそう。これで全部完成したね。腹減った。はいはい、食べようか。葵、待ちきれないぞ。文句ばっかり言ってないで手伝いなよ。やだ。知ってた。それにもう並べたしね。はい来たこれ。俺が宇宙ネタ好きだね。それじゃあいただきます。我が道を行くね。うん。これはなかなかうまい。それはよかった。ナスの肉味噌炒めだけどコクがあってニンニクの香りと豚ミンチの香ばしい香りがナスに移ってていくらでも食べれてしまうぜ。レタスとキュウリのやみつきサラダもごま油とニンニクの香りに鶏ガラの旨味が合わさって至高の味に仕上がってるね。その味がしっかりしたもので口の中が疲れてきたところに素朴な玉ねぎの味噌汁がリセットしてくれてまた食べれてしまう。うまみのタイムリープや。いろいろと危ないからね、やめようね。はい、というわけで今日はナスの肉味噌炒めの定食を作ってみたわけですが、レオどうだった？ほえ。ダメだよ、お腹いっぱいだからって寝ちゃ。ごめん宇宙になってたわ俺。最後までよくわからないキャラだったね。冗談はさておき、いやナスの肉味噌炒め絶品だったよな。次は何を作ろうかな。葵が作るなら何でも宇宙一の料理になるぜ。ナスの肉味噌炒めを作る宇宙人っているのかな？知らね。知らんのんかい。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。拙い調理技術と動画編集技術で本当に読み苦しいかと思いますが、次はもっとしっかりとした内容にしていけたらと思います。次の動画もぜひともご視聴いただけたらと思います。それでは皆さん、次の動画で会いましょう。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。